ボンジュートゥルモーモアッセペンダク先生、お待たせしました。今回はオノマトペについての動画です。コメントでもたくさんの要望をくださりありがとうございました。オノマトペを使いこなせばいろんなことが表現できます。プロは複数のスタイルのオノマトペを使い分けて漫画を描いています。この動画を見ればあなたのオノマトペも種類や演出の幅を増やすことができますよ。日本語でもフランス語でもコツや書き方の手順は同じです。基本の書き方から様々なコツを紹介します。アローセッパーティ。ペンダオノマトペは大きく分けて2種類に分けられます。いくつかプロのオノマトペを見てみましょう。この4つのオノマトペはこの2種類に分けられます。実際に聞こえる音、実際には聞こえない音。実際に聞こえる音は国ごとに対応する言葉があるでしょう。実際には聞こえない音の表現は映画やアニメに例えると効果音のような役割です。日本語にはたくさんの種類があります。それ以外の言語では日本語に比べ種類が少ないかもしれません。漫画では音が鳴らないし絵も動きません。だからこの2種類のオノマトペを使って読者にアクションや雰囲気を伝わりやすくするわけです。つまり絵を補助するのがオノマトペの役割なんです。プロはそれを意識してオノマトペを使い分けて漫画を描いています。だから読者の印象に残る演出と読みやすさを両立することができるんですね。せっかく頑張って漫画を描いたのにオノマトペのせいで読みづらくなったり伝わらない漫画になるのはもったいないですよね。読者にとって分かりやすい漫画を描くためにも次はデザイン、配置について解説していきます。まずは文字のデザインについて。読者はオノマトペの文字とデザインからどんな音なのか想像します。したがって文字の大きさと色は目的に合わせて使い分けましょう。文字が大きければ大きな音、小さければ小さい音。文字の色が黒いと重い音、白いと軽い音のように見せることができます。これを踏まえて同じ文字をそれぞれ違う印象に書き分けてみましょう。ザ A と B で速度に差をつけてみました。 A は素早さを表現するために文字を細くして色を白くしました。 B は A より重いものが動いているのを表現するために文字を大きく色を黒くしました。実際にどんな絵が合うか描いてみましょう。 B は騎士が着ている鎧の重そうな感じを表現しています。一方 A では忍者が現れた瞬間を描いてみました。こんな感じでオノマトペと絵に関係性を持たせましょう。ドキドキ。 A は不安を表すために文字の色を暗くしています。また文字の形も恐ろしさを表現するためにぐねぐねにしてみました。 B は好きな人にときめいている心臓の音を表してみました。実際に絵を描き加えてみましょう。はい、できました。文字の色を白くしてポジティブさを表現してみます。文字を小さくすることで胸の中で鳴っているような印象を読者に与えます。どんなデザインなら読者に伝えたい印象を与えられるか考えることが重要なんですね。次は配置について解説していきますよ。ペンダ一番大事な気をつけてほしいことはこれ。適当にオノマトペを置いちゃダメ。いくつかの例を紹介していきますね。動きに合わせる。ここでは私が漫画のコースのために書いた漫画を使って解説しますね。私が住んでいる街を舞台にして書いています。すでにこのページは完成しています。今回は
もしオノマトペを入れるならどうしたらいいのか解説していきますね。まずはこのコマ、手前に勢いよく車が走ってきています。この動きに合わせて奥行き感のある配置をしてみましょう。1文字目は大きく、奥へ行くに従って文字を小さくしました。これで遠近感を出すことができるわけです。次はこのコマ、急カーブを猛スピードで走っているのをオノマトペでも表現しています。動きに沿ってオノマトペを配置した上で奥行きに合わせて文字の大きさを調整しています。アクションシーンでは動きに合わせて配置することが特に重要になります。単純に置いてしまうと絵の魅力が損なわれてしまうので注意が必要です。注目させたい要素を際立たせる、ドンとかバーンみたいな効果音ですね。そのコマを注目させたい、目立たせたい時によく使われます。早速このコマにドンというオノマトペを入れてみましょう。いくつかの方法をお教えしますね。1つ目、絵の奥に配置する。キャラクターの絵を手前、奥にオノマトペを配置するように書きます。注意点ですが、1文字目は隠しすぎないようにしましょう。読者がどんな音が書かれているのか知るためには1文字目が読めなければいけないからです。2つ目、オノマトペで注目させたい要素を3。例えばこの表情を読者に強調したい場合、オノマトペで顔を挟むように配置しましょう。こうすることでオノマトペが顔を強調するためのカッコのような役割を果たします。オノマトペのデザインと配置の役割について理解してもらえましたか？てんだここからは番外編、言葉の選び方。この音は絶対にこの言葉じゃないといけないというルールはありません。今までもいろんな漫画家がたくさんのオノマトペを発明してきました。だから自分で考えて作っても構わないんです。進撃の巨人の作者は遊び心のあるオノマトペを使うことで有名です。例えばこのコマ、包帯を剥がす動きをオノマトペで表現しています。よく使われるオノマトペはペリなのですが、作者はペリエと書いています。こんなオノマトペは他に見たことないですね。ペリだけで日本の読者には意味が伝わるので、最後の絵はエフェクトのように使っているんですね。他にもこのコマ、真ん中のドシはこの2つを表現しています。地面に体がぶつかった音、動きのダイナミックさ。しかし残りの小さい文字を続けて読むとあの有名なアーティストの名前になるんです。エド・シーラン。全然絵とオノマトペ関係ない。シリアスな物語の合間にこんなジョークを作者は仕込んでいたんですね。結論、伝わるならどんな文字でも構いません。もしかしたら未来の漫画家であるあなたが作ったオノマトペがクラシックになるかもしれないですよ。てんだ最後まで見てくれたあなたにとても大事なことを1点だけ。ペン入れの途中や下書きの段階でオノマトペを書く人が時々います。しかしオノマトペをどこにどんなデザインで書くのか考えるのはネームの段階。ネームで絵と一緒にどんなオノマトペを書くのか決めます。絵の構図とオノマトペのデザイン、配置、この全部を同時に考えるわけですね。オノマトペは文字ですが、実は絵の一部として考えるんです。漫画を描くステップについて知りたい方はこちらの動画をご覧ください。他にもお話しできることがたくさんありますが、今回はここまで。皆さんはどんなオノマトペが好きですか？どんなことをもっと知りたいですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してみてください。皆さんの漫画制作に役立てたら嬉しいです。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。